地球の陸地およそ 30% を覆う森林。人類や多くの生き物がさまざまな形で森に依存することで命を育んできました。中でも赤道に沿って広がる熱帯林は地球上の生物種の半数以上が生息する生き物の宝庫。東京からおよそ 4000km 南に位置するマレーシア・ボルネオ島サラワク州。この熱帯林も移動生活を営む先住民族プナン人にとって日々の必需品をもたらしてくれる豊かな森でした。ところがこのボルネオ島を覆っていた森は1980年代を境に急速に失われてきました。これまで何千年も保たれてきた原生林が次々と伐採されたのです。伐採の後に広がったのはプランテーションと呼ばれる単一の作物を植える大規模な農園でした。伐採と開発によって生態系は破壊され、豊かな森によって暮らしを営んできた先住民も伝統的な移動生活をやめさせられました。この島で一体何が起こったのでしょうか。切り倒されたサラワクの木々。これらはどこへ消えたのでしょう。実はその多くが私たちの暮らす日本へ木材として輸出されたのです。これはサラワク木材の輸出先として日本が占める割合の推移を金額で示したグラフ。30年以上にわたり今日まで日本が首位を維持してきました。サラワク産の木材は丸紅、住友商事、三井物産といった日本の大手商社によって買い取られ建設現場で使用されています。住宅のフローリングやコンクリート工事で用いられる型枠などに使われ、工事が終わるとほとんどの型枠は使い捨てられます。日本の木材需要を背景にサラワクの熱帯林はわずか数十年の間に姿を変えてしまいました。この動きを進めた人物、それは政治家のタイブ・マハムドです。タイブは熱帯林を抱えたサラワク州で木材利権の汚職に手を染めます。やがて州の最高権力者となりました。30年にわたり政権を握り、州の財産である森と土地をタイブは一族と共に私物化しました。She was the one who gave us that land. Okay. Yeah. So he's my first cousin, so it's quite easy. サラワク州で業者が森林を伐採するには州政府の発行する伐採許可証が必要です。タイブは土地で暮らす先住民族の意向を一切無視し許可証を発行します。その見返りとして業者から賄賂を受け取っていたのです。森林を守るための許認可制度が私欲のために悪用されてしまいました。そのツケを地球環境と先住民族に払わせることによってタイブは富と権力を築いたのです。日本の住宅メーカーが建材を買い求める。その建材をマレーシアの伐採事業者が提供する。伐採事業者のためにタイブは伐採許可証を発行する。タイブには賄賂が支払われ森林は消えてしまいました。もともとそこに住んでいた生き物や先住民族は暮らしの場を奪われたのです。マレーシア・サラワク州の森林伐採をめぐる
一連の贈収賄事件、これがボルネオ事件です。タイ部はさまざまな手段で親族にお金が回っていくよう周到に手配しました。2007年、タイ部の弟が指名する香港のブローカーへ25億円以上の仲介料が支払われていたと報じられます。で香港に本社を置くペーパーカンパニーであったと。タイ部首相の、弟が経営、その責任者の会社であったと。支払っていたのは日本の海運会社12社によるカルテル、南洋材輸送協定に加盟する企業9社でした。1983年から続く契約の条件として支払いを命じられた。ブローカーへの支払いはやむを得なかったと加盟企業9社は主張しました。しかしその一方で輸送の便宜を図ってもらう目的で実質的には州政府首相一族への支払いという認識はあったと認めています。後に日本の国税庁はこの仲介料を必要経費であると認めました。1980年代からサラワク材を輸入するためには汚職は不可欠であったと国税庁は認定したのです。Over 30 years, anybody can get rich if you have something out there. But if you don't have it, there's nothing we can do. このブローカーの役員は別のペーパーカンパニーの役員を兼ねています。オーナーはタイ部の弟です。このペーパーカンパニーからタイ部の親族5名らにおよそ20億円の資金提供が行われていることも明らかになりました。よく考えた、贈賄行為だったんじゃないかな。少なくとも日本企業はその国税が追及しきれなかったっていうことは、それはもう犯罪にならないということが立証されちゃったわけですよね、ここでね。このようなお金の流れは多くの場合タックスヘイブンと呼ばれる国や地域を越えて行われます。タックスヘイブンとは特定の場所を指すものではありません。税金が極めて低い国や地域、財産に関する秘密が守られている国や地域、その他税金を逃れやすくするため便宜を図っている国や地域、これらを総称しタックスヘイブンと呼びます。匿名性の高いタックスヘイブンを通すことで財産の持ち主は不明確になります。タイ部の親族はさまざまなタックスヘイブンを賄賂の受け皿にすることでマレーシア当局からの目を遠ざけ財産を隠してきたのです。タックスヘイブンへ財産を動かすとき、国をまたいで金融取引をする銀行が口座から口座へお金を動かす手続きをします。そのため銀行などの金融機関は誰がどのタックスヘイブンにいくら送金したのか、いくらのお金を受け取ったのかを知ることができる立場にあるのです。タイ部と深く関係があるドイツ銀行グループや旧スイス銀行として知られる UBS グループ、これらの大銀行はタイ部の一族がタックスヘイブンを通して受け取ったお金の流れを知りながら一切を黙認しました。それどころか積極的にタックスヘイブンを紹介し財産隠しに貢献してきた事例も明らかとなりました。映画「ボルネオ事件」ではタイ部一族が築いてきた隠し財産の実態が明らかになります。さまざまな脅迫や拷問など命の危険にさらされながらもタイ部一族のお金の流れを追います。疑惑の深まりを受けたタイ部は2014年に辞任しました。しかし罪に問われることなく30年にわたり不正に得てきた資金はいまだに彼と一族のもとにあります。責任を問われていないのはこの蓄財を黙認してきた金融機関も同じです。ボルネオ事件のような環境破壊や人権侵害を引き起こすお金の流れ、私たちが普段利用している銀行はすでに
日本企業が多額の賄賂を支払うための融資を行ってきました。つまり私たちの預貯金がボルネオ事件を可能にしてきたのです。その上、まだ明らかになっていない財産隠しに関与している可能性もあります。ボルネオ島を襲った事件を繰り返させないための取り組みが求められています。